室町の狼ですからかなりなものです。もうこれ祀られてたもんですよね、多分。これは最近引き取ってきたもので、すごい迫力ですよ。はい、なんか話によって平安時代の仏像らしいんですけど、戦争で焼けたっていう。いつぐらいのやつなんですか、これ。なんか話によって平安時代の仏像、神社というかお寺というか、そこのご神体みたいな感じであったんだけど、戦災で焼けて、はいはい。その後蔵で保存されてたっていう。捨てることも。もちろんそうですけでどね。も、焼き仏っていう。はい、ありますね。ね、焼かれた、はいはいはい。仏像になるんかな。心臓になるんですか。仏なのか。一応なんか仏像とは言われましたけど、どうでしょうね。なんかこの辺とかちょっと埴輪っぽい感じもあるし。これ着物みたいな。いや、これ迫力あるわ。そう、オブジェとしてね、この重力を非常に感じたんで。感じますね。そうそうそう。これはなかなか、もう曰く、ね、骨董の世界は曰くっていうのはもう語り手がいなくなると分かんない世界で、どえらい曰くがあったかもしれないし、なかったかもしれないけど。念はこもってますよね。ただやっぱね、骨董屋っていうのはね、その説明っていうのはあんまり信用しないんですよ、はっきり言って。みんな騙そう高く売ろうとしていろんなこと言うんで。ただ古い業者さんとかね、言われるのは、物は嘘をつかないっていう。ああ、名言。いや、ほんとそれは習ってくるんですよ。古賀さんなんかもう、骨董の世界にいはるんで、この目利きがあると思うんですけど、僕もやっぱ最近呪物ずっと見ていくと、なんかこれはね入ってるなっていうのが少しだけ分かるようになっていたんですよ。なんか軽いなみたいな。そう。やっぱね、物は嘘をつかないんですよ。それがそうなんですね。そう。だから僕ね、田中先生がに興味を持ったのは、本出されてたじゃないですか、呪物を。あれね、この人分かってるなって読んですぐ分かった。ありがとうございます。なんか流行りの本だから、意外に軽いかなとね、思ったんですよ。でもね、この人も天性の有無が分かる人なんだなっていうのは分かった。ありがとうございます。いや、嬉しいですね。だからやっぱね、もう曰くとかはもう分かんないですけど、やっぱね、呪力ですよ。ね、呪力っていうのありますよね。ありますね。もう曰くも分かんないし、何も分かんないものでも、その部屋に置いとくと、なんとなくこれを拝んでた人はなんで拝んでたのかとか、なんでこれを拾って厨子に入れたのかとか、部屋に置いて見てると、なるほどなって分かる。分かりますね。すげえ、それってマジで呪力ですね。やっぱ物の力ですよね。人の念が、古賀さんにそれはそうです。訴えかけてるというか、それを受け取るってことですか。だって曰くがメインであれば、物はいらないじゃないですか。要はその遠野物語みたいなね、伝承にしときゃいいんで。確かに。やっぱ物が残ってるっていうのは、やっぱその捨てられない、拝まざるを得ない、何かが拾わなきゃいけなかった、厨子に入れなきゃいけなかった、やっぱモチベがあるわけで、それの全てはもう物に答えがあるんですよ。確かに。だからこそ残ってるんですよね。だからそれはもう言葉なくても、呪力センサーを働かせて見てると、語り部がいらないぐらい、なるほどなと分かります。すげえ。そうか、残ってるものっていうのはそれなりに残る意味があるってことですよね。ありますよ。やっぱりだから物は、だからさっきも言ったけど、骨董屋っていうのは説明とか、これは高いよ、鎌倉だよとかみんな言いますけど、やっぱ物を見て鎌倉かどうかっていうのは判断しなきゃいけなくて、だからこれは呪物だよみたいな人も多いんですよ。僕も市場で買うからね、いい呪物入ってるよとか言って持ってくるけど、本当にいやっていうあるんで。そこはやっぱあると思いますけどね。骨董品屋さんの面白いとこでもあるんですよね。面白いですよ。それを見極めて、そうです。自分なりに判断していくっていうのは。だ犬神では曰くのあるものないもの、何か分かんないものもごちゃ混ぜですけど、やっぱ物として
これは何かあるだと。いや、そうなんですよ。犬神さんの、まあ、オークション、ヤフオク、犬神さんやられてるんで、あとはインスタグラムと概要に載せてますけど、そこに出すね、写真、画像、古賀さんが撮るやつ、あれね、めっちゃ重力放ってるんですよ。そうなんですよ。ここが僕と師匠が犬神をやってて、一番大事にしたいことで、いろんなその流行り廃りもあるし、いろんな曰くを言う人もいるけど、やっぱ骨董屋というのは物を扱って、そしてやっぱり、ちゃんとした骨董屋でありたいと思えば本物しか扱いたくないっていうのがあるんですよ。だから犬神で扱うものはもう、これは本物の呪物だとマジでいうものしか扱わないっていうことなんですよね。だからね、本当僕としては、これまあ個人チャンネルなんですけど、本当あんまし出したくないまあねだけども、ちょっと紹介したいんで、まあちょっと今後も古賀さんちょくちょくぜひぜひちょっと骨董の世界にも興味あるんで、なんか暇な時間あったらちょっと相談しますんで、チャンネルに定期的に出てもらいいえ、もうこちらこそ。で、古賀さんも、YouTube はやられてます？やってますけども、本当にしょうもないっていうか。でも、あれ面白かったですよ。僕、ちびうくんと丸石神の古賀さんが説明してくれてるやつとか見て、すごい分かりやすいというか、だからそれも皆さんにチェックしてください。ということで、本日は、ちょっと古賀さんの犬神さんに、まあ、お邪魔して、特別なものを見せていただきました。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあまた連絡します。休暇とかに行くじゃないですか。そういう時ってどういうルートで行くんですか？まあ直接話があったり、まあ人によってはその解体業者とかから連絡があったりとか、あとはもうネットでそういうこう宣伝したり、いろんな形で、産出し屋って言うじゃないですか。いますね。産出し屋っていうのは骨董品屋さんとは違うんですか？骨董業界っていうのは産出し屋と店師と旗師という3つの業種で成り立ってまして、産出し屋、店師、旗師。店師っていうのが皆さんがよくご存知の骨董屋さんですね。お客さんに売るっていう店です。末端ユーザーに、ヤフオクで売ったり、それが店師。で、旗師というのは、市場で何かを買って他の市場でそれを売って利ざやを稼ぐという。でこれはもう裏方さんで、そんな業種あるのと思いますけど、これが実にバカにならない商売になる。確かになんかこう関西と関東じゃ、その骨董品の金額も全然違うとか聞いたことあるんですけど。違いますね。だから旗師の人は大阪の市で何かを買い取って他でこうもうちょっと価値を上げて売る。骨董の市場っていうのはもうインデペンデントなんですよ。バラバラ。全然組織化されてない。土地土地に力のある業者さんが市場を開いていて、市場を開くっていうのは業者がやってますんでね。で、そういうことをやるのは、その物を集めて人を集める力のあるキャリアの長い業者さんがやって、その地域の骨董のボスみたいな人ですね。わかりやすく言えばね。そんな怖い人じゃないですけど。で、それがもう、日本全国津々浦々にインデペンデントで存在してるんですよ。で、横のつながりとかは人的なものはあっても、その組織的にその、値段をね合わせるとかそういうことは一切ないんで、結局場所場所で結局値段ってガラッと違うんですよ。あれ産出しはどういったか。産出し屋さんっていうのは店師はお客さん、旗師というのは市場から市場で、産出し屋さんっていうのは蔵から市場の人ですね。そうか。だから産出しっていうのは、もう
初めて見るみたいな感じなんですそうですね。蔵から引っ張ってきて、それを市場に持ってくる人。だからどこの市場でもうぶだし屋っていうさんっていうのが何人かいて、でまあ力のあるぶだし屋さんがいるところはいいものが集まるから業者もまた集まる。でそういうところは値段が高くなる。ってなると人が少ないところで安くなったものをそういうところに投げれば高くなるっていうね。なんか僕一回T キャットって家の近くにあるんですよ。はいはいはい。バスが出てて、はい、成田羽田、直で行けるっていう水天宮にあるんですけど、はいはい、T キャットでねよくオークションみたいなのやってるんですよ、骨董市の。でその面白そうやなと思って、はいはい、入ろうとしたことがあったんですけど、はいはいはい、すごい嫌な止められ方します。ああ、なるほどね。もう肩でこう入らせないように。はいはいはい。でやっぱ古物商とかいるんやったかな。骨董の市場はね、はい、業者だけしか入れなくて、プラス紹介、大体紹介制ですね。じゃあ知らんやつは入れない入れないですね。で業者の紹介がないと入れなくて、で紹介する人っていうのは骨董品で高い時あるじゃないですか、はいはいはい、何千万とか、でそれを結局買って払えなくなる時があるわけじゃないですか。飛ぶって言うんですけど、飛ぶ、はいはい、飛んだら紹介者が被るっていうね、非常に厳しい掟が美術クラブから末端の市場に至るまであって、だから有力な市場とかだと紹介3人制とか、で、まあ、最高峰の美術クラブとかだと5、6人で、もうその人がもし飛んだら6人が被る。だから下手な人は紹介できないみたいな感じで。なるほど。かなり掟が厳しいと言いますかね。やっぱね、なんかあんまし分かんないんですよね、骨董のその裏の世界。まあそうでしょうね。まあ、裏ってほど隠されてないですよ。テレビでたまに出たりもしますから。はい、まあみんなが知らないだけ。ただなんですか、なんか魔法の学校みたいな映画のね、ハリー・ポッターじゃないですけど、はいはい、実はいろんなもう例えば中央線の高架下とかでやってたりもしますし、で皆さんがお参りする有名な神社とかの婚礼パーティーとか催事場あるじゃないですか、はいはい、そういうとこでやってたりとか、あとはもう分かりやすく本当に山の中とかでやってたりもしますけど、すごい世界ですね。なんかだから実はね、至る所、東京とかめちゃくちゃ多いんで、やってるんや。中央線沿いとかは本当に中央線の下にほら阿佐ヶ谷だなんて高架下にこうスーパーとかあるじゃないですか、ああいうとこでこうシャッター閉まってるところあるでしょ、ああいうとこガラッと開けて月に1回やってたりとかするんですよ。そうそう、面白いな。ただまあなんていうんですか、時間もなんていうか平日の10時からとかだから、なかなか一般の人はでも行けばもう業者がずらーいて競りやってるんですよ。いくらはいくらとか言って。うわ、興味あるけどなかなか難しい世界ですね。いや向いてると思いますよ。なかなかですよ。いやでも僕甲賀さんの言葉でね、うぶだし屋のうぶさっていうの、本当の世界のうぶさっていう、いわゆる人に誰にも見せない、目垢がつかない、ついてないやつっていうのは、やっぱりなんていうんですかね、こう重力とつながるなと思って、僕も呪物こう恐ろしいもんとして、人に見せていくと、やっぱりね、なんか怖さが恐ろしさがだんだん消えていくんですよね。それはそうだと思いますね。そういうのってそれを骨董業界では目垢がつくって言いますからね。人に見せれば見せるほど価値が下がるという、そういう考え方が骨董業界にあって、でもそこってなかなか難しくないですか？見せないと、こう人には渡らないじゃないですか。だからね、そこへんがまあちょっと近代的じゃないところですけど、うちらの業界の、まあとにかくいっぱい宣伝して見てもらって、それで買ってもらうっていうのが一般の商材ですけど。まあそっか、なんか
それが商売みたいな感じ。骨董はちょっとツンデレなんですよ、分かりやすく言うと。もう価値があるもんだから、そんなに安売りはしないよ。特に買いそうにない人にはそもそも見せないよ。それはお客さんだけじゃなく業者に対しても。だからまあある人がね、まあ産出し屋さん、まあいいものをいつも持ってきてくれる産出し屋さんがいて、ちょっといいもの引っ張ってきたんだよっつって、じゃあ市場出す前に見せてやろうかって言うから、じゃあぜひっつって言って、そしたらもう段ボールをねバーンって後ろにやって、パイプ椅子に産出し屋さんが座ってて、これにいくら出すっつって、で見てないのにで見せてもらっていいですかって、いやいやいや俺が引っ張ってきたんだから分かるだろみたいな。見せないよ。だからもうその人はその段ボールからちらっと見えてるいろんなものでもうめちゃめちゃ考えて15万っつって言ったらしいんですよ。そしたら売ってやると。下見てみろと。そしたら地面に棒で15って書いてあっておおぴったりぴったりだったっていう目利き完璧っていう。そうそんぐらいね見せない。今の最近の業者とかは分かんないですけど、でもまあやっぱり昭和の業者さんとかはそんなには見せないし、お客さんに対してもやっぱりそのまあ平和島とかでね、並べてるのはまあそういうもんで、本当にいいものっていうのは大体段ボールとかみかんの箱とかに入ってて、いつも買ってくれる人とかいれば、いいのあるよみたいなで、まあちらっと見せるみたいな。でもそれをこう人に見せると、やっぱりレア度は下がりますよね。確かにそうなんですよね。だから産出し屋っていうのを産っていう言葉使ってますけど、まあ一般で産っていう言葉ってあんまりエロいシーンでしか使われないと思うんですけど、うちらの世界では産いっていうのは珍しい、一度も店頭に並んでない貴重な蔵から出たそのまんま、もういろんな言葉がこう一緒くたになって産いという、だから骨董屋さんが市場とかで今日は産いの出るよっていうのはもう最大級の褒め言葉で、産い物出せば市場は絶対に業者は来るし、でやっぱ産むのやっぱりその嗅覚、どこに産い物があるか、もうそれがやっぱり業者のやっぱりランクといいますかね、腕でもあるし、あとはその産っていうのもなんていうか業者によってやっぱりこの道10年の業者とこの道40年の業者では、これは産いよって言ってもやっぱりなんていうんですかね、言葉の重みが、言葉のなんかちょっと近いのはロックみたいな感じで、A ちゃんがそれはロックだねっていうのと、まあなんていうんですかね、インディーズ最近のバンドがこれはロックだっていうのってやっぱり違うじゃないですか。全然違いますね。分かりやすい。確かにやっぱりこの何を産いと思うかっていうのもやっぱりその業者のなんていうんですか、こうアイデンティティを測る尺度にもなってなるほど。だから秘仏とかあるじゃないですか。何十年に1回。あれもやっぱ産さを大切にしてんちゃうかなと思って。そうですね。やっぱり見せちゃダメなんですよ、いいものは。そんな簡単には。重力がなくなるんですよ。そう。それすごいね、呪物にも通じるなと思って。全然通じますね。産いものを僕らはやっていったら、呪物っぽいものにたどり着いたみたいな感じなんで、だからこう求めていくとクロスオーバーするんですね。しますね。僕の場合はそのあんまり階段とかそういうカルチャーは全然分かってなくて、単純に産いものを追い続けていたら、田中先生の言う呪物というところに僕は近寄ってきたんですそこにぶつかったっていうだけで、僕の中ではあくまで産いもの、産くて呪物っぽい呪っていう感じをこう受けるものっていう感じですよね。これ日本に中国は今現段階では行かないだろうと言われている有力な一節がありまして、皆さん年がゆくチャンネル登録お願いします。お願いします。